あみ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 鈴木あみ。菊池の方菊池の方やったどっちが正解かなと思ったんやけど。はい、ということで今びっくりした、静かすぎて外の工事の音が聞こえてきました。どうもこんにちは、おなおドーナツです今日はですね、ピンタレストで私こんな写真を見つけました。こちらです。この写真の中の4枚の画像を手がかりにちょっとね、三つ編みのリングパンに挑戦していこうかなと思います。で、生地を作っている間にクリームチーズのフィリングを作っていこうと思います。リングパンでね、三つ編みで飾るっていうところがちょっとこうメインになるかなと思いますんで、中身は入れても入れなくても正直どっちでもいいのかなと思うんですけど、クリームチーズとねオレンジピールがなんか今日すごく食べたかったので、ちょっと私は今日入れてみようかなと思います。ちょっと右手負傷中のため手袋で今日は失礼いたします。生地ができました。今日はこの生地をまずね伸ばしていきまして、フィリングを入れるかつ三つ編みを作るっていう作戦でいこうかなと思います。でね、30センチ ×33 センチに伸ばすんですけど、このね30センチ縦の部分は正直ね短かろうが長かろうがあんまり関係ないんですけど、今日はこの横の33センチ、これだけちょっとね厳密に守っていこうと思います。33センチで、この上半分にフィリングを縫って下半分で三つ編みを作るっていう作戦ですね。なので半分に塗り塗りして、今日はねくるみもねちょっと食べたかったので食べたいもの全部入れていくということで、くるみも入れていきまして、半分のところまで巻いていきます。いいですね。で、ここで三つ編みを作っていくときに1センチ幅で33本取りたいんですね。なので33センチにぴったり伸ばしました。三つ編みのセットを11セット作るとすごく綺麗っぽかったので、今日は33センチですね。右がね絶対大きくなっちゃってますけどまあ気にせずにちょっと数えます。なんかこういう楽器知ってる？なんか民族楽器みたいなやつなんかさ、昔おばがさ4000円ぐらい、手のひらサイズぐらいの小さいやつやのに4000円もするさ、このまさにこんな形した楽器買ってきて一族を驚かせたっていうエピソードがあんねんけどほんまにどうでもいい大事なところ終わっちゃったで、この三つ編みをですね下にしっかりと入れていく。ピヤッとねほどけてきちゃいますんで、このフィリングとの境目の方を今からこれリングにするんですけど、外側に今日はしてみようかなと思います。で、ここをつないでいくのでしっかりと広げて包み込むように閉じていくミンシャ作戦ですね。はいと。で、オーブンシートに乗せまして完成です。全員思ってたよね、あんなんでくっついたってね自分でも思ってた、あんなんでくっつくかってちょっとねフィリングも飛び出てきちゃってねちょっと後ろ向けたけど、先生のやつねめちゃくちゃ完璧につながっててね、あれどうやってやったんやろうな。とりあえず置いておきましたとあんまりさ触ったらね良くないかなと思ったんですけど、ちょっとひどかったからね修正してみたんですけど、どうかな、あかんかな、ちょっと後ろ向けときまして今日は牛乳を塗って焼いていこうと思います。
190度から200度ぐらいで40分ぐらいアルミホイル乗せて焼きましたね。さて今日はこうなりました。どうですか？とじめもさ結果オーライじゃない？じゃじゃんということでちょっと切っていきますけれども、見た目はね焼く前とそう変わらずいい感じですよね。中身もねどうかしらと、じゃじゃじゃんと生地の部分もすごい美味しそうやし、この三つ編みもねピンと、どうですか？ちょっといただきます。美味しいです。味もめちゃくちゃ美味しいですね。今日ねすごいうまくいったかなと思うんですけど、とじ目ですよね。なんか結果オーライだし、自分的にはもう全然満足なんですけど、先生の写真ちょっともう一回見てもらっていい？どこにとじ目があるんっていうのさ、ミステリーじゃないもんよこれどうやってこのリングになったんっていうような感じやからさ、ちょっとそれだけ謎っていう感じ。ただ私的にはもう全然大満足なんやけど、ちょっとそこだけね気になるかなっていうところでございます。皆さんもぜひ完璧なリングで作ってみてはいかがでしょうかということで、本日の動画ここまでにしたいと思います。ご視聴本当にありがとうございました。また見てね。バイバーイ。